パタ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 、萩のホバリングです。はい、こんにちは、小島漁師浜優です。いや、秋になって肌寒くなってきた最近この頃ですが、秋といえば縦網漁、この漁ですね。そう、萩漁です。というわけで今回は、こちらに網を仕掛けて萩をねたくさん取って、とある漁師飯、どぶ汁っていうんですけど、それを作っていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。いやー、久しぶりの縦網漁ですね。もうずっと風とか、そもそも魚がいないとか、9月10月ぐらいまで水温めちゃくちゃ高いんですよ。それで網やれなかったりしたんですけれども、ようやくね水温も下がってきて、そろそろ萩の季節だろうということで網を入れていきたいと思います。縦網で萩取れるとことかっていうのは潮が早かったりするんで、潮のとろい、小潮の時期にやらないとゴミとかがねいっぱいついちゃってうまく網がやれないので、今の小潮の時期に網をやっていきます。じゃあまずこちらの旗を入れて、で網を出して鉛もで、今から仕掛ける網は目の粗い網なんで、萩が変わってきたらめっちゃでかい萩がかかると思う。でここはね潜ってアコを取った場所です。ちょっと沖出過ぎた。丘戻ろう。沖出過ぎたら次赤絵とかがめっちゃかかってくるから、それだけ要注意です。じゃあ旗入れて1個目は終了です。移動して2個目やります。はい、じゃあ2枚目も入れて網も入れていって、で2枚目も終了。じゃあ明日の朝来るんですが、早速帰ってね釣り行きたいと思います。今ねサゴシが湧いてるんですよ。大阪湾とかでもサゴシが湧いてて、サゴシキャスティング行きたいです。親父も釣り行ってるんですけど、親父にさっき連絡したら入れ食いらしいんで、早く急いで行きましょう。急げ急げー。おったおった。あれで前回の動画でもそうですけど、サゴシはもう跳ねたとこを見つけてそこに投げます。だから今さっき跳ねてたけどすぐ収まっちゃった。お、出てる出てる、そこいっぱい出てるぞ。ほら来るぞ来るぞ。なんで食わない。お、こんなとこで出た。来た、ほら。イエーイ。あ、逃げた。くそ。うまくいかないな。逃げた。あ、来た来た。はい、食いました。いただきましたよ。さあ、今度こそ釣り上げるぞ。よいしょ、でかい。いいサゴシ。やったー。とりあえず1匹ゲット。はい、ただいまということで、今日はねあんま寝てないので早く寝ないといけないから事務所の方へ帰ってきました。寝る前に当然晩酌ブルータイム。いやー、ちょっと今日はねそこまで仕事はしてないんですけど、寝不足でちょっと疲れましたね。それじゃ乾杯。うめえ。確かに余韻まで広がる香りとコク。そんな感じ。先入観。先入観といえばですね、こちら飲む前のやつ、僕がアンバサダーしてるやつ、露骨な宣伝でございます。こういうのもね効くと思えばより効くと思います。実際効くんですよね。で僕はね絶対にご紹介する時にもう変なんは紹介しないようにしてるんで、これねアンバサダーになってほしいって言われた時に、じゃあ実際に送ってみてくださいということで、いつもと同じ量の酒を飲んで、飲む前とか飲んだ後とかにね飲んでみて、効くなと思ってアンバサダーを引き受けることにしました。実際次の日はすごい楽です。でもね、
飲みすぎには効かないです。もう飲みすぎには効かないし、飲みすぎた後っていうのはもう何本飲んでもダメだね。そんな感じで気になる方は概要欄をチェック。萩取れとるとええな、かかっとるとええなとね、いつも網やって帰ってきた時は思います。仕掛けて置いとくタイプは、すぐ来るタイプはもうその時の来る時がすぐ楽しみみたいな感じです。ラリビーラリビーラリビー、冷凍食品の胸から。今日はご飯食べずにこれを食べようと思います。太りすぎだ。もう YouTube 始めて今一番太ってるね。本当に1回1週間魚だけ生活みたいな、取った魚だけみたいなしたんですけど、あれは本当にきつかったけど、もう一回やろうかなって思うぐらい太ってるんで、ちょっと痩せた方がいいですかね。痩せよう。続きましてレモンサワー。映画鑑賞しながら飲んでます。あんた聞きたいことがあったんだろう。チェンバーズさんの病状は把握していないので、だったら最強の2人とグリーンブックが最近見た映画で面白かったですね。このなんかいいね。眠い。はい、おはようございます。沖田フリーです。むくむくむっちゃんです。でも酔いは残っていません。それじゃあお聞きしましょう。レッツゴー。はい、じゃあ港到着しました。よし行こう。じゃあ尺稼ぎ長靴を履いて、尺稼ぎ長靴も久しぶりだな。よいしょ。カッパ忘れた。で萩は毎年秋に縦網にかかるようになるんですけれども、おじいさんと行ってた時はねよく取れてました。でここ数年はあんま少ないですけど、実際僕も本当にリアルで初めて今年やるんで、取れなかったらごめんなさい。なんかでドブ汁しましょう。じゃあエンジンかけて、じゃあ現場に到着しました。よし、もうね今年風ばっかりで全然長ないんですよね。ずっと吹いてる。エタナギここ2週間ぐらいないから。じゃあ旗取って一回下がります。じゃあ見上げていこう。で旗も刺して、ちょっとめっちゃ浅いし風で押されるからバックしながらくらないと。さあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。でここら辺はまだまともな磯がないんで、そんな魚がいないのは分かってるんですよ。と言ってたら来た1匹目。こちらガシラ、カサゴですね、一般的には。またカサゴ。磯にかかりました。で磯にかかったら外れる方向に斜めに引っ張ってあげないと、いくらねもうがっつりかかってるところ何本真上から引っ張っても外れないわけです。お、来た。やった。今年初物。死んじゃってるけど生きてるけど初物のカワハギです。よし、じゃあ外していこう。よし、外れました。1匹目カワハギ。皮を剥ぐからカワハギです。皮を剥げから来ています。肝もパンパンです。お、来た。ええもん来ました。なかなかのいいサイズのアコウです。いいアコウだ。とりあえず風があるから後で外そう。まだ死なないだろう、秋だし。
夏のアコウって結構産卵直後でわりかし痩せてるんですけど、秋のアコウっていうのはこれから冬に向けてね太らないといけないんで、餌とか蓄えて非常に美味しいです。美味。これがね秋は取れるんだけど、真冬になると水温が低くて動かないのかどっか行くのか全く取れなくなります。不思議ですよね。でおじいさんと言ってた頃はよくねこうやって網食ってたんですけど、栗に秋来てたんですよ。ハギがようけ取れるんで、ハギがだいたい150匹ぐらいとか取れてたんで、海苔のねクソ忙しい時にその後夕方おじいさんの行って結構忙しかったですけどね、思い出すとなかなかいい思い出です。楽しかったなとは思います。で瀬戸内海の猛毒魚オニオコゼちゃん、こちら背びれに毒があって猛毒です。アコウ来た。ラッキー。でかい。危ない危ない。オニオコゼ踏んじゃったら大変ですからね。僕一人で行ってる時に魚こうやって置いてて、後で外そうと思って外す時に膝からドシンってやったらね、超巨大オニオコゼのこの剣の上に膝乗って、でゴリってなりました。そして、皆さんご存知の通り玉の近辺まで痛みが来ました。玉まで幸い来なかったです。あれでね玉に行ってたら僕は今頃種なし浜湯になってたでしょう。はい、でハギ2連チャン。やっとこんなんばっかでしたからね前は。はい、で来たのがコショウダイの稚魚。このようにコショウを散りばめた模様がついてるからコショウダイです。で今こっちの世界では11月の初旬ぐらいなんですけど、この時期だったらなんぼでもハギがかかってきてたのに、今日初の網仕掛けだからもっと来ると思ったのに思ったほど来ない。でこちら新顔。こちらの魚の正式名称はホシササノハベラといって、笹の葉のように小さいギザギザが刃がついているベラですね。それにしても魚少ねえ。割に合わないぜこれだったら。なんか来い。で僕の動画を何年も見てる人だったら知ってると思うんですけど、3、4年前とかなんかハギ祭りとかってタイトルだったかな。なんかああいう時みたいに今日撮れるかなと思ったのに、このままじゃ企画倒れになりそう。数匹のハギでドブ汁ということでなるかもしれませんが、チャンネルを最後までお楽しみください。どんな感じになるかね。よしハギ。はい、でかオニオコゼで魚もだいぶ溜まってきて、で風的にちょうど影に来たんで、ここらで一回外しましょう。よし。で久々浜湯の網外しコーナー、この手のねこれぐらいのサイズのアコウなら抜けるんですけど、あんまり網がかぶっとくときついんですよ。きつきつ。きついのは別のもんだけにしてくれということなんですが、こうやって剥いでこいつなんか食ってるな。うわ見てこれ、カニ食ってる。カニ甲殻類でも何でも食べるんですね本当に。である程度網が外したら身が傷まなかったり魚が死なないように優しくまんべんなく剥いてあげるとこんな感じ。じゃあ全部外していこう。はい、じゃあ15分ぐらいかけて魚が外せました。で外せた魚がこちら池間に入れます。池間へドボン。でハモが2匹いたんですけど、ハモってねこういう魚がかかっていると追わえて自分も網にかかっちゃうんですよね。飛んで火にいる夏のハモといったところでしょうか。うまい。だからこんな感じで食われてます。食われてるというか噛まれてる。でハモってハムから来てる、噛むから来てるって言われてるように強靭な歯を持っているんで、こんなね硬いザラザラのハギのね皮も貫けるというわけです。でこちらの小さなアコウは当然リリースです。大きくなってね。よし、じゃあ続き食っていこう。外してる間に風もベタなぎになって久しぶりに気持ちよく網がくれます。ここを操船する必要もない。お、でかっ。でかいけど上がりだ。上がり巨大アコウ。はい、でハギが来ました。これ普通のハギかと思ったら来てたのはウマヅラハギです。顔がウマヅラだからウマヅラハギ。カワハギもウマヅラハギもハゲは一緒なんですけど、どちらもフグ目カワハギ科に属するんだったかな。だからフグの仲間なんですよ。で似てるところといえばやっぱ小さなお口と噛む力がね異様に強いっていうのは一緒かもしれないですね。お、来
と珍しい、来た来た、やった、嬉しい。縦網であんまかからんから嬉しい。おかず決定嬉しいお魚が来たら大概おかず決定です。よっしゃ、取れた、やった。こちらイシダイですね。これ寝かして刺身で食うとうまいし、多分塩焼きめっちゃ美味しいと思う。ラッキーで、もう一匹来てたのはベラですね。ただタコに食われてる感じかな、こんな感じで。それにしても魚が少ないな。網の目合いがね、おじいさんが使ってたやつより粗いんですよね。僕小さい魚あんま取りたくないから。それで網の目合いがでかいから小さいハギがかからないっていうのも大いに関係してると思います。ちなみにこの次の網は今使ってる目合いよりさらに大きいのでもっとかからないって言ってたらハギが来た。ちっちゃい、これも2月サイズで、またコショウダイですね。じゃあ終わりの旗も近くなってきました。残り少し。新しい魚来ました。こちらグレですね。冬になるともうちょっと超えてきて、で脂も乗ってめっちゃ美味しい。で全然磯臭くなくなるんですよ、冬は。だから刺身で食ってもうまいんですけど、もうちょいちっこいグレだったら煮付けとかにするとメバルと比べても遜色ないぐらいなんで、皆さん冬のグレをね見つけたら一回ね食べてみてほしい。徳島の方ではよく食べられてるって一回聞いたことありますね。こっちの方では売っても二足三門といったとこです。よし、終わった。1枚目終了です。よし、じゃあ第2陣のお魚外していきます。はい、じゃあ全ての魚が外せました。よし、じゃあ2枚目移動してくりましょう。ここでお知らせです。2月の漁師フェアの時期が近づいてきました。最近 AI 時代に生き残る仕事として漁師が注目されています。実際漁師フェアには将来への不安から話を聞きに来る若者が増えているそうです。生き物を相手にする経験と勘、大自然を相手にする体力と技術、漁師は AI には変われない日本の食と海を守るスーパーヒーローです。僕は漁師仲間を増やしたくてこうして漁師 .jp さんに協力していますが、僕の動画から漁師になった仲間がいるのは本当に嬉しい。全国の漁師が参加する日本で唯一の漁業就業イベント、漁師フェアは2月7日大阪、2月11日東京で開催。就業希望者から小中高生まで大歓迎。入場無料、登録不要です。全国の漁師がちょっとした手土産を用意して待っています。漁師になりたいそこのあなた、夢をつかみに漁師フェアに行こう。はい、というわけでここから皆さん大好きいつもの主観物でいきたいと思います。で旗を上げて、そして鉛も上げて、いよいよ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。おっと、何か来ました。はい、皆さん一緒に言いましょう。せーの、人手が来た。これね、昔から言ってますから知ってる人は知っている。次の魚、何がやってくるのでしょう。来ました。肩のいいヒラメですね。これからどんどん超えてきます。いやー、早速やってきましたね、僕の天敵赤エイ。これね、網入れる時にちょっと磯から外れたかなと思う、ギリギリにやったんですよ。この間潜った時、そこにアコウがいたんで、このようにアコウが来ましたね。そこを狙えたんですけど、おそらく砂地にかかってる部分とか、この子たちも泳ぐので赤エイはそれで網にかかってるのかなと思います。これ以上来ないことを願います。フラグですかね。さあ、そしてやってきました。狙いの大物、超大物です。網の目合いが大きいので大きいカワハギですね。で、カワハギの肝とかアンコウの肝っていうのは海のフォアグラって両方言われるんですけど、アン肝でドブ汁が作れるならカワハギの肝でもできるだろうということで、今回やっていきたいと思います。次のカワハギを求めて必死に網を繰りますが、おっと、ここでようやくやってきたのが特大キジハタ。
ただね、やっぱまだちょっとだけ水温が高かったんですね、この頃。だから死んでしまっているので、上がりで販売しないといけません。赤絵がポロッと来て、この時の僕はまだ赤絵地獄になるとは気がついていませんでした。で、赤絵って12年ぐらい前からね、確か増えてきて、最近ここ数年は一気に増えております。で、なんでだろうと考えた時に、エイの天敵って唯一いるのがハンマーヘッドシャークなんですよ。あのハンマーで押さえつけられて食べられるそうなんですが、そのハンマーヘッドシャークもね、近年減ってる気はします。だからペコペコだからね、ハンマーヘッドシャークが減ってるから赤エイが増えてるのかななんて可能性も考えられますよね。それから赤エイが平らなのっていうのは、海底で生活してアサリとかを食べるために平らにこう平たくなってるんですよ。よくね、海底で泳いでますが、この子たちが増えすぎたせいでアサリが食べられて、僕らのね、日本の心大好きなアサリ汁とかが飲めなくなってしまったのかもしれません。ただね、食べると美味しくて、この間唐揚げで食べたんですけど、もう癖もなく味はね、味は淡白です。ただその古いことわざで赤絵3分小切れ2分というものがあってですね、丸々買っても安いんで、もちろんね、丸々買った方が安いんですが、切ったものを買うと割高になるんですが、さばく手間とか難しさ、あとでかすぎて食べられないからで、割高でも必要分買った方がお得っていう意味です。今着てるのは下駄ですね。赤下駄もそうですが、赤エイも赤いからそう名前がついてます。魚の名前っていうのは見た目からつくことが多いです。これがメイタガレイとかメダカですね。目のとこに板があったり、板状のね硬いものがあったり、目が高いからメダカで、メダカはね、食べても美味しいんですけど、個人的には若干匂いがあって苦手です。で、次に来たのが特大サザエ、拳サイズで、サザエの名前の由来はササエって言って、貝が笹で絵が枝ですよね。小さな突起をたくさんつけた貝というのでサザエになったと言われております。ただサザエのトゲトゲっていうのは、潮の速いとことかがトゲトゲのサザエが多くて、遅いところはほとんどねなかったりします。これは個人的には流されないように突起があるのかなって感じです。で、面白いのが、その突起のあるサザエを潮の遅いところに持っていくと、それ以上突起物を形成することはなくなり、その逆で突起のないものを潮の速いところに持っていくと突起物のあるサザエになるんですよ。面白いですね。さあ、そんなことを言ってる間に網繰りも終了しました。少なかったですね、昔に比べたら。残念ながらこんな感じです。終わり。回収。はい、じゃあ帰ってきました。じゃあ取れたものを見ていきましょう。よし、池間の中はこんな感じですね。とりあえず出していきます。はい、じゃあこれだけの魚が取れました。非常に少ないですね。まず上がりのカサゴとコショウダイとアコウです。それからちょっとマシなヒラメ2キロぐらいかな。で、キジハタ、アコウです。カワハギ、ウマヅラ、マダイ、イシダイ、オニオコゼ、ハモ、赤ゲタ、メイタガレイ、サザエ、そしてグレーです。じゃあ生かしときます。で、ヒラメは網水だと腹が擦れるんでいけます。オニオコゼは危ないので分けておきます。で、残りは網水へドボン。はい、じゃあ皆さん大好き水中映像を見ていきましょう。少ないからね。もう僕が来た開幕まで。そして上がりは氷水。さあ、仕事も終わったし、昼飯にどぶ汁作りをしてどぶ汁を食います。はい、じゃあこれだけの吐きが取れました。2、4、6、7、少ねえ。それから馬面1ですね。で、市場とかって中途半端な量だと売れないので、もうここから水域取ってするぐらいだったらもうワイルドにねやっていきたいと思います。どぶ汁のね、そもそも起源っていうのもワイルドな理由なんで、それを後からお伝えします。じゃあ早速調理開始です。じゃあ先全部ね、このヒレのとこ切って血抜きしていきましょう。血がいっぱい出ます。じゃあ池も魚入ってるんで
海の方で血抜きをしていきましょう。よいしょ。でこんな感じで綺麗にね血が抜けていきます。はい、じゃあ血抜きもできました。じゃあとりあえず船で皮だけ剥いでおきます。で家持って一回持って帰りましょう。で皮剥ぎはもうねハゲから来てるんでベリベリ剥いでいきます。で口んとこ切ってもう取っかかりだけ簡単に作ってあげましょう。取っかかり作ってもうあとはねペリペリしていくだけです。でカワハギは魚辺に皮と書くようにすごいね皮と密接な魚なんですけど、この皮めっちゃ強いんですよ。ほら本気で引っ張ってもちぎれた。まあでもそれぐらい硬いです。ですっぱだかになったのがこんな感じです。皮だけ剥げたって感じでもね、ここに薄皮がついてるんですよ。刺身で食うんだったら薄皮取ってあげた方がなんだろうな、食感がいいかも。でもう一個はおじいさんがよくやってたやり方、もう昔からそればっかり。これが一番早いんですよ。こうやってケツだけ引っ張って取って、あとはもうひたすらに剥いていく。要はね早く剥けたらそれでいいんですよ。ただこの剥き方の難点がやっぱ下からピッてするんでお腹が出るんですよね。これがちょっと嫌。よし、綺麗に剥けた。はい、じゃあ全部の皮が剥けました。早速帰って、先にね買い物とか行って野菜買ってどぶ汁作って昼飯食いたいと思います。朝から何も食べてない。腹減った。はい、じゃあちょっと野菜買いにスーパー行きます。喉乾いた。地元のスーパー丸吉。じゃあまずは白菜、そして当然ネギ。本来は大根とかも入れるらしいんですけど、どうしようかな。大根も買っとくか。しめじ。買い物は好きです。楽しい。ちょっとあんまりお腹空いたんでサンドイッチ。最初おにぎり買おうと思ったんですけど、もうスーパーのおにぎりが今1個170円とかしててめっちゃ高えと思って、それはいいとして、もうねほんと船の資材とかもめっちゃ高くなってて、エンジンとかも僕が入れてるの1000万ぐらいで買ったやつが今1500万ぐらいするとかね、それぐらい上がって、でも魚は取れなくなっている。困りましたね。まあどうにかなるさ。よし、じゃあ帰ってきました。早速どぶ汁作っていきましょう。それじゃあこちらの萩から肝全部取り出して最高の漁師飯どぶ汁作っていきます。レッツゴー。じゃあ早速肝取り出していきます。せっかくねこういう形にしてるから、このままいきたいところなんで、とりあえずこれでかいから真っ二つに切ろう。よし。でここからほじくっていって肝取り出していこう。でニガ玉ついてるんでニガ玉割らないようにいきます。何食ってんだろう。土で薄皮切って骨があるなここに。で肝が見えてきました。これを洗いながら取っていきます。で肝取り出す前に全ての、こういうね尻尾とか切って、骨どうしたら取りやすいんだろうな。ここらもう裂いちゃおうか。ちょっと傷ついちゃったけど大丈夫。こういうのを全部やっていきます。いい肝入ってますよ。はい、これで下処理全部完了。で皆さんどぶ汁って聞いたことありますけど、どぶ汁って何かっていうと漁師飯の一つなんですけど、茨城県の北部から福島県南部までで伝わるね漁師飯と言われていて、漁師さんがね沖で水も貴重だし手軽に作れる料理を作っていたところ、あんこうの肝だけ入れて、でそれで水を一切入れずに野菜から水取って作る鍋、そのあんこう鍋の一種が、どぶ汁というわけです。じゃあ次にニガ玉が釣れてもいいように水かけながらニガ玉を取っていきます。で肝を親指で下からかき出すように取り出す。うわ立派なきれい。また血もしっかり抜けてる。僕はこれをね刺身とこの生肝を叩いたものを一緒に食うのが大の大好物。
こんな感じ。じゃあこれを集めていきます。じゃあ他の肝も取り出していきましょう。で僕ね、ハギってもうめっちゃ言い方悪いですけど、肝があるからすごい自分の中ではいいお魚に入ってるんですよ。大好きな魚に。でもね、最近のスーパーってなんかこの肝を取ってるスーパーとかあるじゃないですか。例えばこの肝取った状態でこの状態で販売みたいなね、それはちょっと悲しいので、ぜひもう肝はつけていただきたい。肝と身を食うからうまいんですよ。でこの肝取り出す時もね、先に魚は絶対冷やしとった方がいいです。肝はやっぱ脂質が多いんで固まるんですよ、クリーミーに。これが締めたてをそのまま取ってるとボロボロ崩れやすいのが崩れにくくなる。だから冷やしてから取ってやる。はい、じゃあ全部肝が取れました。これぐらいですね。拳1個分ぐらいかな。拳1個いかないぐらいで、次に野菜を切っていきます。ちなみにどぶ汁の名前の由来なんですけど、やっぱね、あんこうの肝をそのまま鍋に入れて、先にそれをこうなんか溶かしながら、溶かすというかわーっとするんですよ。それが水が出て、野菜から水が出てくるとドブのように濁るようなスープになるんで、それでドブ汁って言われてたり、あとはお酒のね、どぶろくに似てるから、その様子がどぶろくに似てるからとかで、もう一個がドブっていう言葉が全てって意味で、あんこうってその口以外捨てると、口の最後の輪っか残るは輪ばかりみたいな言葉、あれもあるぐらいなんですけど、それぐらい捨てるとこがなく、その全てを鍋にぶち込んで作るから、全てって意味でドブ、その汁、ドブ汁になったっていうね、3つの説があります。探せば他にもあるかも。もう言ったもん勝ちみたいなとこもありますからね。じゃあ次、デーコン。デーコン硬い。でどぶろくがその漁師飯として生まれたのは、こう水が貴重なね船上で水を一切使わず、作れて、簡単に作れるからなんでしょうね。ほんと究極の漁師飯ですよね。僕もやっぱ沖行ってるから分かりますけど、沖で凝った料理なんてできないんで、あと体を温めるためにやっぱね、汁はいいので、それで作ってたとも言われます。はい、じゃあ鍋の準備ができました。早速作っていきましょう。で作り方なんですけど、本来の作り方っていうのは当然水を一切使わないってやり方なんですが、結構難しいらしいんですよ。やっぱ焦げやすいし、いろいろあって、で最近は先に炒めたりとか、それに酒とか、だしとかですね、味噌とかを加えてスープを作って野菜を入れるらしいんですよ。ただやっぱこだわりたいですよね、漁師飯として。というわけで無水でいきます。じゃあまず火をつけて、弱火。じゃあまずここに肝を全部加えます。生で食いて。でこれを潰しながらやっていく。ちょっと潰す。やっぱね、馬面の肝って火通すと磯臭い匂いがするんですよ。分かってたけど、とりあえず挑戦ですね。無水って言ったけど、多分漁師さんもね、酒ぐらいは入れてたと思う。そうだ入れてた。ちょっとだけ入れよう。ペーストになりやすくするために。すんげえ白濁のエッチなスープが出来上がっております。でここに味噌を入れていきましょう。僕の予想だと多分沖で作ってた漁師さんは、後から溶いて入れてたんじゃないかなと思います。これで水分飛ばさないように炒めていこう。はい、でこれぐらいドロドロになってきたら、ここに野菜を入れていきます。今んとこほぼ無水といっても差し支えはないですね。まずはデーコンで、白菜、ネギ、きのこで、豪快に萩をぶち込んでいく。うまそう。よし。で野菜で蓋をして、で物理的な蓋。これで超弱火で水を出しながらやっていきましょう。最悪焦げるかも。とりあえずあとは30分ぐらい待ちます。というわけで、あれからね、だいたい30分ぐらい経ちましたね。もうね、部屋中に味噌のいい香りが充満しております。じゃあ早速蓋を開けて見ていきましょう。はい、それじゃあオープン。おー、めっちゃうまそう。で匂いはもう野菜と味噌のいい香りで、その最初にあった肝臭さとかが嫌な匂いっていうのは一切しないです。早速いただきましょう。どぶ汁。じゃあまずこの萩をすくいたもれですね。うわー、ごっついごっつい。大量の肝スー
はい、というわけで完成しました。大量の萩の肝を使った、小豆島の萩浜湯バージョンのどぶ汁です。それじゃあ宴を始めようか。白色ですね。完璧です。はい、それではいただきます。というわけでいただいていきましょう。当然まずはスープから。めちゃくちゃうまい。これ味噌しか入れてないですよね。味噌しか入ってないですね。これ味噌と酒だけですよ。あとはあん肝じゃない、萩肝なのに、それだけとは思えない。口の中に入れた瞬間に当然肝がやっぱ油分が多いんで、濃厚なこってりとしたうまみがダイレクトにきて、その後に味噌の香りがねふわーっと広がるんですよ。それから野菜の甘みもこれ出て入ってますね。あと魚の当然ずっと煮込んでるんで、その骨からとか身からのうまみ渋み松戸これいいか、食べましょう。じゃあ野菜から。うわすげえ。普通のスープ鍋とかだと、寄せ鍋とかなんかさっぱりして食えるのがいいんですけど、汁がシャバシャバだからまとわりつかないんですけど、これ結構まだそんなね汁染み込んでないのに、こってりラーメンみたいな感じで麺にこのスープがまとわりつく。やっぱ油が多かったりして濃厚こってりスープになってるから、野菜にまとわりついて、その野菜だけでちょっと物足りないなってことがないんですよ。うまい。で萩ですね。僕はさっき肝がないと嫌だとは言ったんですけど、身は普通に美味しい白身魚って感じです。ただね、こうやって液に浸して食べて、液と食べると本当に煮付けとかを、僕萩の肝と身一緒に食べるの好きなんですけど、そんな感じで一緒に食ってるみたいな。当然溶かした汁だからそりゃそうだろみたいにと思うかもしれないけど、なんかめちゃくちゃうまいな。今日のは本当に最近食った鍋で一番うまい。いや、これだけうまかったらやっぱあんこもうまいんでしょうね、どぶ汁。この音から分かるようにあれなんですよね。こんだけ野菜まだかかるのに本当にこれはうまい。今マイクに向けて喋ってます。 ASMR です。もうみんなの耳がいっちゃったんじゃないでしょうか、別の意味で。うめえ。でまだちょっとしか食べてないんですけど、心なしかすげえね、体ポカポカします。温める効果があるのかもしれないです。いやうまかった。じゃああとはゆるりとごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。秋に萩を取って、その萩のどぶ汁を作るということで、もう僕初めてどぶ汁、いやもしかしたら過去に作ってるかもしれないけど、本当に今回ね、味が濃厚でこってりで、野菜にもしっかりうまみがまとわりついてめちゃくちゃ美味しかった。萩はね、萩というか量自体はすげえ魚少なかった、ちょっと見応えは薄かったかもしれないけど、今回この皆さんに美味しい料理を伝えられたということで、皆さんもねぜひ萩でもいいから、なんか肝が有名なやつ、例えば赤エイとかね、そういうお魚とかを見つけて挑戦してみてください。本当にうまいですよ。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。マジでうめえ。